今回は超能力アドベンチャーですよ。超能力って言うと、スプーン曲げみたいなあれ？そうです。ちょうど発売した頃は超能力ブームが起きていて、それを題材にした物語が多く作られました。そうなんだ。デストラクション、上巻。1989年にスタジオビングから発売された超能力アドベンチャーです。上巻？上下巻と出ていて、その上巻ですね。超能力開発ゲームってのが気になるけど、まあ最初からだね。今度やってみましょう。オープニング？これはオープニングというより映画でよく上映前にある予告みたいなものですね。これって、他のゲームの予告？いえ、このゲームの予告なので多分、当時パソコンショップなどで流されていたのをそのまま入れたんじゃないでしょうか？白と黒の伝説って？当時 MSX で出ていた同じような超能力アドベンチャーのシリーズのことですね。このデストラクションは、そのリメイクの位置づけみたいです。そうなんだね。ボスタイトルだ。東日新聞社会部記者白鳥が空を見上げため息をついた。主人公は新聞記者かな？子供の頃に見た空、高く澄み切った青空、まぶたを閉じても眩しい太陽の日差し、今では灰色によどんだ空となり、霞んだ太陽に変わっている。地下に封印された魔性のエネルギーは科学文明に封印を解かれ大気に舞い上がった。その影響で酸性雨が降り、緑の森を裸にし、大海を死の海と化していった。白鳥はイライラした気分を落ち着かせるため、喫茶コスモスに入った。いらっしゃいませ。こんな時間に来るのは珍しいわね。白鳥はよくこの店を利用する。犬が歩いても棒にはなかなか当たらないよ。ママ、この時間帯には客が来ないみたいだね。ニュースの時間だからテレビをつけてよ。事件を探してるって感じかな？ママがテレビをつけた時、ちょうどニュースが始まったところだった。アナウンサーが世界的食糧危機を訴え、国際援助に協力するように話しているが、自給自足がやっとの日本の現実では、協力に賛成する者は少なかった。賛成する者が少ないって、この時代はそうだったのかな？でも食料不足はこんな前から言われてるんだね。テレビを聞いていた白鳥が、急に耳を押さえた。その時ママも耳に手を当てている。ママ、何か聞こえなかった。確か、テレビから0時の空を見ろ、と言ったように聞こえたけど。テレビから？私も聞いたような感じがしたわ。でも今は聞こえないみたい。テレビの故障かしら？故障でそんな音は鳴らないと思うけど。それから10分経って同じような現象が起きた。白鳥は本社に電話を入れ調べてもらったが、大塚部長はテレビを見ていなかったためか、逆にサボっているのを知られ怒鳴られてしまった。ママ、会社に戻らないと叱られるので帰りますが、今テレビから聞こえた声はテレビ局のミスですよ。じゃまた来ます。でも、そんなミスある？白鳥は社に戻り、大塚部長のところに行った。白鳥ちゃん事件だ。
君が言ったテレビの件、あれは本当だったみたいだ。東京中のテレビ局で同じ現象が10分間隔で起きているが、未だ原因がわからないそうだ。0時の空を見ろ、か。なんだ、白鳥ちゃんと話をしていたのでテレビの音声が耳に入らなかったが、0時の空を見ろ、と頭の中に響いたが、これは、スピーカーからの声と違う。俺も同じです。頭の奥に刺さるような感じでした。大塚部長、今夜0時に何が起きるというのですか？まさか、脳内に直接？白鳥ちゃん、何が起きるかわからないから、今夜0時まで酒は禁止だ。それに、あと4時間しかないので腹ごしらえをして、人も集まる場所に行き取材をするのだ。もう夜だったんだ。新聞社に戻った時点で夜になってたみたいですね。白鳥は社を出て、都心で一番空が見渡せる場所を探し、食事をしている時、テレビの臨時ニュースで、荻野解説者が、10分ごとに起きる異変についてこう語っていた。10分ごとに起こっているの。この異変は機械の故障で起きた物理的現象ではなく、私たちの未知なる第七感覚に起きた神の声と言ってもいいでしょう。地球の滅亡を前にして、今夜0時に神の停止が起きると思います。いやいや、解説者それでいいの？自然を破壊させた科学文明を放棄できない人間たちは、奇跡が起きるのを待ち続けていた。新興宗教団体はタケノコのように生まれ、未来への不安を脱ぎ捨てることができない日々を送っていた。まあ、ノストラダムスとかあったし、そういう時代ってことかな。白鳥が新宿広場に戻った時には、広場には神の啓示を求めた人たちで埋まっていた。時計が0時を知らせた。月の光で霞のように上空を覆っていた汚染された大気が、いきなり赤く燃え上がり、稲妻が走った。群衆は、揺れ動き悲鳴が上がった。汚染された大気が燃え尽き、天は、月も消え闇一色になった時、広場の水銀灯のビルのネオンも、窓の明かりも車のライトも消え、すべてが、闇の世界になってしまった。恐怖に駆られた悲鳴が広場を包み、逃げ惑う群衆は闇の中で崩れ倒れ、奇跡を求めた人たちは地獄の悲鳴の中で泣き叫んだ。これだけで大惨事な気が。その時、天の闇に一条の光が走った。光は、天女の羽衣のように舞い踊り、時には輝く星屑をまき散らし、波打つように光の羽衣は変化していく。東京の上空にオーロラが出現したのだ。本当に何か起こり始めた。光の羽衣が脱ぎ捨てられるたびに、鮮やかな色に変わっていく。群衆は、傷つき倒れたままの姿で、天を仰ぎ息を殺し、意識は宇宙を漂うかのごとく陶酔していた。誰が口にしたのか、人々から祈りの言葉が合唱されたとき、最後の羽衣が脱ぎ捨てられたのか、次の闇が訪れた。しかし、誰も逃げ惑うことなくただ祈り続けていた。突如、天の闇は紫色の髪を振り乱し、怒りに満ちた若い男の顔で埋め尽くされた。祈りの言葉が、どよめきの声に変わる中、紫色の髪の男の冷たい目が、誰かを探すように、群衆の一人一人を舐め尽くすかのように見ていた。人々の第七感覚をえぐるような刺激が言葉に変わった。その言葉が天に位置する男の声だと、誰もが疑わなかった。物欲の限りを食い尽くした人間たちよ。私は、百鬼、高みの使命を受け地球を救うために降りてきた。何一つ地球を愛する心のない闇の波動に侵された人間たちを抹殺するため来たのだ。天上界で使命を受け、この世に生を成した我が同志たちよ、目覚めよ。今こそ闇の波動に侵された人間たちを抹殺し地球を救う時が来たのだ。同志たちよ、今ここに超能力者としての力の封印を解き放つ。急ぐのだ。闇の波動が地球を追い始めた今、時はない。我が同志たちよ、目覚めるのだ。すごいこと言い始めた。天の闇に浮かんだ百鬼は消え、闇は月の明かりで照らされ、汚れた大気に変わり広場は急に明るくなった。ビルのネオンも車のライトも明かりを取り戻した。人々は、広場に倒れ傷ついた人たちを驚きの目で見た。骨を砕かれ、
口から血を流して虫の息だった人たちが、立ち上がり歩き始めたのだ。治ったの？奇跡を目の前に見せつけられ、神の力に敬服した人々は、広場から肩を落としながら立ち去っていく。神の再来の奇跡を信じて集まった者たちには、百鬼の言葉が重くのしかかっていた。白鳥は新聞社に戻った。あの百鬼の言葉、本当かな？編集室は蜂の巣をついたような騒動で、大塚部長はわめき叫んでいる。参ったな。写真が撮れてないんだ。テレビ局も生放映ではテレビに映像が出ていたが、ビデオ録画には何も映っていないし、あのオーロラや百鬼の顔もあの夜から形として残っていないのだ。写真に写ってないんだ。我が社だけがボツでなくって幸いでしたね。それにしても、理解できないことばかりです。そこで白鳥ちゃん、君の狼の花を借りたいのだ。オーロラか百鬼の顔写真を至急探してほしいのだ。手に入れば正規の特ダネだからな。テレビのビデオにも映っていないものを、どうやって探せばいいのですか？無理です。無理だって。特ダネとは手に入らないものを手に入れてこそ特ダネというのだ。お前の狼の花は風邪でもひいているのか？そんな無茶な。白鳥は狼の花と異名をつけられるくらい不思議と大事件に巻き込まれ、特ダネを物にしていたので、今度も大塚部長に期待をかけられてしまった。白鳥は仕方なく承諾した。夜中の2時なので帰って寝ることにした。次の日、白鳥は喫茶コスモスに行った。でも、どうやって記録に残ってない百鬼の写真を？翌朝、白鳥は疲れた頭を癒すため、いつものように喫茶コスモスでコーヒーを飲んでいた。今回はここまでにしておきましょうか。ほとんどオープニングだったけど、あの百鬼って何なんだろう？まだわかりませんね。超能力アドベンチャーなんだから、目覚めるとかは本当なのかもしれないけど。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。またね。